はようございます。たかしです。本日は11月3日金曜日、ただいま8時27分。それでは、ポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手の良い方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意しておりますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね、昨日の冷やしは長い下髭の陽線となっております。このローソク足ですね。今までずーっともみ合いだったんですが GMMA の青帯を先日10月末に上抜けてきました。そこから一度押しをつけに行った。そして GMMA の青帯でサポートされて上昇するみたいなイメージを昨日とか一昨日にお話ししていたと思います。その図がこれですね。GMMA の青帯を上抜けてきたのでそこでサポートされて上昇していく。青帯がこんな感じで右上がりに上がってきてそこでサポートされる動きですね。こういう緑の矢印の動きをしてそこからの上抜けというところを現在は考えております。昨日ちょうどこの冷やしを見ていてもサポートされているようなそんな感じに見えますので、そこから本日上昇できるのかどうかっていうところですね。ただ今日金曜日ですので、上手に上昇できるかどうかっていうのはちょっと怪しいなと。ストキャスティクスも結構高値圏にありますよね。なのでここからもうちょっと揉み合ってからの上昇になる可能性も考えておきたいです。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスを描いておりました。このボックス、過去に何度か上抜けはしていたんですが、今回上抜けて、そうですね。過去は上抜けて、その上抜けが騙しになって下落っていうのを2回しているんですね。で、今回の場合もその騙しの可能性はありました。ただ、昨日のこの動きを見ていると、ちょうどこのボックスの上限でサポートされて今上昇に差し掛かっている、そんな感じですよね。ですので、ここからは一旦の上昇を見ておきたいです。で、次目指すのがここですね。直近の高値184.5付近、ここを上抜けられるかどうかっていうところをまずは見ておくのがいいと思います。で、まずはそのあたりまでの上昇、184.5 付近までの上昇、そこを上抜けてくるともう一段上昇していくでしょうけれども、ストキャスティクスだいぶ高値圏に差し掛かってきてます。今上昇中ですが、これが高値圏に入ってデッドクロスしてくるとまた下落しやすい試合に入ってきます。過去のストキャスティクスの動きを見ていてもそんな感じですので、高値圏に入ってくればそこからどんどん上昇していくというイメージを持つのではなく、そこからは一旦の調整の下落をするんだと考えておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足にはエリオット波動を描いておりました。現在は4波、この昨日とか一昨日のこの調整の下落ですね。ここが4波の部分になってくるんですね。昨日はそこで底をつけて今5波に入りかけているのかなというところが考えられます。4時間足の GMMA がちょうど昨日の安値のすぐ下に走ってますので、そこで今サポートされて上昇してきているところですが、上値も比較的重いなと感じますので、本日もう少し揉み合ってからの上昇になるのかなというイメージが持てます。で、この緑の矢印とピンクの矢印、昨日描いたものなんですが、ちょうどこのピンクの矢印は GMMA の青帯を上抜けてそこにサポートされて上昇していくというイメージ。緑の矢印はもう一度深掘り、安値を更新してからの上昇になるというイメージ。結果的にはこの緑の矢印の動きをしてきましたね。ちょうどこの安値から高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% っていうのがそのあたりで反発してくるかなっていうのが緑の矢印のイメージでしたので、その通りに現在は動いてきております。ではここからどうなるかですが、現在はエリオット波動の4波から5波に変わるところと見ておりますので、ここで今底固めをしているように見えますよね。昨日の動きはその底固めを作っていたように見えますので、本日は GMMA の青帯でサポートされて上昇できるのかどうか、こんな感じですね。現在下落してますが GMMA の青帯でサポートされて直近高値184.5 付近までの上昇というところを見ておきたいです。もちろん 184.5 を上抜ける可能性もありますが、あまりどんどん上昇するというイメージは持っておりませんので、その辺は注意ですね。大枠ではレンジかなと考えております。この辺は TwitterX にも投稿しております。本日はどの通貨ペアも大枠でレンジと考えております。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は10月末に大きく上昇してきて、今そこからのじりじりとした下落ですよね。昨日なんかもそうですけれども、今調整の下落と考えております。現在は GMMA の赤帯の方でサポートされてますよね。ですので本日ここから反発上昇してこれるのかどうか、もしくは GMMA の青帯ぐらいもう一段下落してから上昇してくるのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスはデッドクロスしてきておりますので、ちょっと上値は重いかもしれません。マ
枠では方向感がありませんね。では4時間足です。4時間足赤い平行チャンネルを描いております。この平行チャンネル過去からずーっと意識されている。ちょっと上抜け下抜けも若干あるんですが、基本的にはこのライン意識されてきております。で、そこの今下限、昨日は下限付近で底固めをしている状態です。ここで底固めができるのであれば、ここからの上昇。で、再び平行チャンネルのセンターラインですね。現在地から垂直に上昇した場合は 151.2 付近というところが次意識されてくると思いますので、このセンターラインも見ていただいたらわかりますが、過去結構意識されているんですよ。だいたいこの辺っていうのが意識されてきてますので、本日もし上昇してきてもセンターライン付近っていうのは意識されますので、垂直に上昇した場合は 151.2 付近になりますので、そのあたりが今度は意識されてくるんじゃないかと思います。もちろん現在地付近で底固めができないのであれば、もう一段下落、この平行チャンネル、赤い平行チャンネルを下抜けるような動きになるとは思いますが、現在は GMMA の青帯でかろうじてサポートされるかどうかっていうところ、ただ上値も重いのでちょっと難しいですよね。しかも今夜は雇用統計がありますので、あまり明確な動きはしてこない可能性がありますので、もし上抜けて上昇していったとしても、大枠ではレンジと思ってますので、どんどん上昇するというイメージは持たない方がいいと思います。小さい枠の中で小さなトレンドを作っていく、そういうトレードになっていくのかなと考えます。ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきておりますので、上昇しやすい試合ではありますが、やはり上値は比較的重いと思いますので、下がったところから買っていく分にはいいと思いますが、上昇してきたから買っていこうとすると、そこが天井になって一度調整の下落をする可能性もありますし、今この赤の平行チャンネルの下限付近で今サポートされるかどうかっていうところですが、ここを下抜けてくると GMMA の青帯の下に入ってきますので、そうすると結構下落していくと思います。149円切るぐらいまでは下落していくと思いますので、その辺は注意ですね。では1時間足です。1時間足も GMMA の下にあるんですね。4時間足は GMMA の上というか、ちょうど直上というかにありますので、今4時間足の GMMA でサポートされるのかっていうところですが、今は1時間足の GMMA で今度上から蓋をされるように上値が重くなってますので、まず上昇をイメージするのであれば、この GMMA の青帯を超えてからですね、ポンド円の冷やしと同じ感じで、こんな感じで超えてきて GMMA でサポートされれば一旦上昇していくと考えます。もし上昇をイメージするのであればそういう動きですね。そして下落をイメージするのであればちょうど現在は GMMA の青帯で上値を抑えられてますし、ストキャスティクスもデッドクロスしているというところですので、ここからの下落っていうところも考えられます。もしここから下落してきた場合は昨日安値ぐらいまでですね。で、昨日安値を下抜ければこの最安値149円ぐらいまで下落していくと考えますので、その辺見ておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて、有料投稿の間口を広げた形になります。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを上昇させたい方は、ぜひご検討ください。ノートでは複数の視聴プランをご用意しております。また、ノート限定の掲示板機能でリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思いますので、よければご検討ください。詳細は概要欄にあります。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら、月始めの今がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。